皆様こんにちは。インゲングルメ旅インゲンです。今回は東京から1000キロ、24時間の船旅、小笠原丸に乗って小笠原諸島父島に行ってまいりました。24時間の船旅ってどういうものなのというご不安をお持ちの方、今回は友人の協力のもと、特一等、そして私が行きで経験した二等和室、帰りで経験した二等寝台、船内レストラン値段設備、レクリエーションなどなど、乗船前に約10分ちょっとでわかるような知識を詰め込みました。必要な持ち物や食料、体力に合わせての客室の選び方、そして過ごし方。ぜひ行く前のイメトレとして参考になさってください。浜松町駅北口を出て徒歩約5分です。竹芝客船ターミナルの前のファミリーマートはとても規模が大きく、酔いだめも販売されています。最後に忘れ物があると気づいたら、海のグッズも豊富ですので、そちらに寄られることをお勧めいたします。なお、聞き流すだけでわかるような解説を心がけておりますので、ラジオ感覚でお聞きください。本日乗船の小笠原丸、2016年7月2日に就航されました。東京から小笠原諸島父島までの距離は約1000キロ、総トン数は1万1035トン、全長150メートル、旅客定員は882名です。国内離島航路最大級。私が乗船した日は、旅客は約600名、560名様以上乗っていたと思います。乗船口があるのは4デッキ。旅客が入れるのは2デッキから8デッキまで、それだけでもすでに8階建て。4デッキにはクジラのオブジェがお出迎えです。こちらが2等和室。下の方2デッキ3デッキに配置されています。エアウィーヴのような敷布団もしっかりあります。枕も備え付けてあります。シーツも清潔なもの、枕カバーもあります。掛け布団は薄いですがとっても厚くなります。心配だった私は掛け布団を1枚持っていきましたが十分でした。上には荷物を置くスペースがあります。すぐそばに取り出せるのはとても便利。ライフベストも備え付けてあります。各階には給湯室も備え付けられていて、熱湯も出ます。同じタンクなどで飲み水も大丈夫。カップラーメンを入れるのに便利。6デッキにはショップドルフィンコンビニエンスストアです。朝起きた時のコーヒーや氷などでお世話になりました。ビーチサンダル、お土産、お菓子などもあります。売店の営業時間はこの通り。朝は7時から夜は21時ぐらいまでと大変便利です。乗船し、7デッキからの竹芝の眺めです。1週間に1本という本数、キャラクターの小勝郎くんがお見送りに来てくれます。デッキから眺めるレインボーブリッジ。船員さんの頼もしい作業。勢いよく煙を吹き出し、いよいよ出発です。なお近づきすぎるとすすにはお気をつけて。いよいよ離港です。岸を離れていきます。デッキにはベンチもあり、くつろいで眺めることができます。揺れていないと椅子も乾いていますが、波しぶきを浴びてびちょびちょになることもあります。ご注意くださいね。しばらくすると一等エリアは人が出入りできないようになります。外の景色も窓も独り占めですね。東京から父島航路までで見られる島々。新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、そして父島。何時に通過するかの目安も貼ってあります。6デッキ、5デッキ、4デッキ。夏はこれらの性質がすべて満室となります。2ヶ月前から販売されるのですが、人気のライブチケットを取るほどの争奪戦、電話はつながりません。インターネットでもつながりにくく、やっとの思いでつながりました。冷凍コインロッカーもあります。レストランの営業時間はランチ、夕食、朝食とだいたい2時間から2時間半程度。4デッキにあり、名前は父島です。メニューはうどんやおそばなら800円から、ヒレカツカレーは1350円。中華の色とりどり三昧は1980円です。朝食は豪華な洋定食1000円と、シンプルなパンと卵の洋食500円。焼き魚などもついた
1000円の和定食とシンプルな和定食500円。また7デッキには展望ラウンジがあり、カフェ形式になっていて船内で焼いたアップルパイなどもあります。レストランは危険防止のため椅子がくくりつけられています。船室以外にも談笑エリア、新聞エリアなどがあり、寝てる方の邪魔をせずくつろげる工夫があちこちに備え付けられています。展望ラウンジは持ち込みも可ですが、レストランよりもリーズナブル。パスタは1000円からいただけます。アイスクリームや日替わりのデザートもあります。人気が高いのは朝食のセットメニューです。サンドイッチやトースト、おにぎりの中から一つ、セットのスープやドリンクにゆで卵がついたものです。このサンドイッチがボリュームたっぷりなんですよ。父島からの貝はフルーツチキンカレーが有名ですね。パッションフルーツが名産です。島塩の蜂蜜トーストなど工夫が凝らされたメニューもいっぱい。自動販売機もあります。外の風に吹かれたければスカイデッキへ。広い広い大海原がお出迎えです。東京発はこの色ですが、小笠原諸島に近づくにつれて青色の美しい海になっていく様を楽しむのも一興です。小笠原丸の航海速力は 23.8 ノット。かなり体感では速いし馬力もあるなという印象です。横から見るとかなり速く感じられるのではないでしょうか。かなり沖まで来たのに多くの船とすれ違うのが驚きですね。離島をすれ違うたびに船内では何々島を通り過ぎていますという親切なアナウンスが流れます。親切といえば退屈されないために小笠原のレクチャーの講座はあります。もちろん参加は無料。レストラン父島での楽しいひととき。それらを終えると夕方。そろそろ夕日。そしてだいぶ海の色が青く美しく変わってきたのがお分かりになりますでしょうか。出港して6、7時間も経つともうすれ違う船も見えなくなってきます。デッキには美しい夕日を撮影しようという人も多く現れました。私もしばらく待っていたのですけれども、今日はちょっと雲が多かったようです。皆様は美しい夕日が見られますように。夜間を混み合うため早めにシャワーを済ませることといたしました。臨水シャンプー、ボディーソープも備え付けられてあります。もちろん無料のドライヤーも使えます。100円式なのではありません。さすが2等でも片道約3万円、往復安くても6万円を見積もる船旅。給水機もありますし、そこかしこに快適に過ごせる工夫がサービスが凝らされています。コーヒーやコーヒーゼリーが美味しいと評判です。私は氷を買って持参したポカリセットなどで水分補給をしていました。とはいえコンビニや自動販売機のポカリセットも180円程度でしたでしょうか。高いものではありませんでした。確か9時10時ぐらいになるとお部屋場消灯になります。展望ラウンジが開放されますので、そちらでご観覧ください。一人旅の私は和室に戻って布団を敷いてぐっすり休むことといたします。おやすみなさい。おはようございます。朝6時に点灯し、7時に起きて甲板に出てみました。カツオドリが並走しています。いい天気、海もないでいて、ほぼ揺れておりません。念のため酔い止めも飲んでいたのですが、2回目を飲まずに済んでいます。この深い海の色、とても美しいですね。和室は寒いことも暑いこともなく、ですが船というものは一般的に船酔いを防止するために船内をわざと寒くしていることが多いです。ご自身で軽い毛布や上着を1枚持ってくるのは自衛手段としていいですね。アイマスクと耳栓、そして私は大部屋でしたので皆様が使えるように5口以上あるみんなのコンセントを持参しました。ご自由にお使いくださいという付箋をつけて皆さんお使いになっていらっしゃいました。18人部屋でいらしたのは10人ほど。周りも空室があったので快適に過ごすことができました。ただし勝手に空いているところの毛布や枕などを使用するのは NG です。1枚300円でレンタルしましょう。カツオドリが並走するのは
表面に上がってきた魚を食べるため、小笠原丸が通るとお魚が驚いて海面近くに浮かんでくるそうです。それを狙っているんですね。なおカツオドリのオスは青色の顔、メスは黄色の顔をしています。かなり近くに寄ってくるので見分けがつくようになりました。朝はこのブレンドコーヒーをいただきました。ツアーの小賀丸パックでいただいた方はコーヒー1杯無料券がついています。ただし人気のパックツアーでお得なので私は購入できませんでした。ですので別々に組み立てて今回の旅をプランニングいたしております。持ち込み可能な7階の展望ラウンジ、こちらにコーヒーをお持ちになってもいいですし、東京発は食材が豊富なのでボリュームたっぷりのサンドイッチが好評です。いかがですか？参考になさってみてください。おにぎりセット、その他のメニューはこちらです。私はサンドイッチセットがお得なような気がします。朝おすすめなのは6デッキ、7デッキで開催されるガイドさんのツアー。小笠原諸島が近づくにつれ、見られる島々の解説を行ってくれます。うっすらと島々が見えてきました。向島、仲人島、嫁島などの島々、ダイビングスポットなどの解説もしてくださいます。アホウドリの産卵場所についても、このツアーに参加した方がいい理由は、この海域にクジラが出るからです。撮影自体はタイミングが合わずできなかったのですが、目ではしっかりと見ることができました。息継ぎのためにクジラが顔を出し、潮を吹く、その光景があちこちでご覧になれます。では一旦和室2棟の撮影はここまで。ここからは、まず2棟寝台の解説を始めましょう。このように2階建てになっており、4人で1区画、ライトとコンセントは1人1つ確保されます。敷布団はエアビーヴのようなものは同じ。カーテンを閉めてしまえば寝台車のように完全なる個室空間。誰にも見られず着替えなども行うことができます。ハンガーもあり、天井は座ると頭がつくギリギリぐらいの高さですけれども、荷物を好き放題に広げて見られる心配もなく、24時間完全なる個室でリラックスできる。そんな方におすすめのクラスとなります。全体図はこのようになっています。1階と2階、2階には階段で進むことになっています。4人1部屋の区画がこのように並んでいます。冷水器も近くにあり、飲み水も飲めます。自動販売機の種類とアルコール類はこのような値段と種類になっています。ペットボトルは180円程度と市販とそれほど変わりません。お湯が出る給湯器のそばにはカップラーメンの販売もあります。レンチンご飯やレトルトの販売もあり、電子レンジもありました。賞味期限の長い保存用の菓子パン。500円で使える冷蔵ロッカーもあります。ではここからはいよいよ友人協力のもと、特一棟デラックスルームへ。こちらがデラックスルームの客室です。ソファー、机、窓、ツインのベッドがあります。真ん中には冷蔵庫、クーラー、空気清浄機完備。浴室もバスタブもしっかりとあり、バスタオルもあります。その隣にはユニットのお手洗いも。アメニティとコーヒーとお茶、ポットのサービスもあります。ソファーに寝転ぶとテレビもしっかりご覧になれます。外を人が歩かないリラックスできる自分だけの窓から眺めることもできます。滑り止めの施されたコーヒーカップでコーヒーブレイク。友人は優雅なひとときを過ごされたようです。一棟は個室ですが、これよりやや狭くなった印象といったところだそうです。ご協力ありがとうございました。そしてこちらは私撮影の夕日です。東京父島間は見られませんでしたが、父島東京間は美しい夕日を眺めることができました。皆様にもお裾分け。いかがでしょうか？これぞ船旅の醍醐味ですよね。私の印象からすると、24時間というのは合間に10時間以上寝ている時間も含めると、本当にあっという間という印象です。退屈しないようにイベントなどもありますので、いろいろ工夫が凝らされているのかなといった印象です。
一晩寝たらあっという間に竹芝桟橋へ下船となります。まとめとしては、シャンプーやボディーソープ、給水器や給湯器、敷布団、毛布、枕などもあり、自動販売機もあるので困るといったことはないでしょう。心配な方は、プラスアルファで上に1枚かけるもの、ご自身の食料やご自身の飲み物、そしてこれは必須ですが、念のために酔い止め、それらを用意されると良いでしょう。以前、式根島に伺った時の立花丸も見えました。そちらの動画も概要欄に貼っておきますのでよかったら。24時間のうち前後1時間、八丈島近辺以外では Wi-Fi はつながりません。そんな特殊な時間を過ごすリラックスできる船旅。皆様もいかがでしょうか。美しい小笠原諸島父島の動画もアップいたしますので、よければそちらもご覧ください。チャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のご旅行のお役に立てると嬉しく思います。どうぞ無事で楽しい思い出が作れますように。